世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかです。さあ、いよいよ来週ですね、2月の24から開催される Steam の NEXT フェス。このイベントにうちのゲーム Rise of Rebellion も体験版をね、出展する予定になっているんですが、この24日っていうのがね、海外基準の時間なんで、日本国内だと25日の3時とかが確かスタート時間だったはずなんですが、つまり来週の月曜とか火曜あたりにはもうね、体験版も遊べるようになっているだろうということで、今日の動画ではですね、そんな体験版の攻略に役立つようなちょっとした Tips みたいなものを紹介していこうと思います。動画の趣旨としてはあれですね、昔子供の頃にね、誕生日とかクリスマスプレゼントで好きなゲーム1本買ってもらえるってなった時、街のゲーム屋さんとかにね、連れて行ってもらって購入してもらった帰り道ですよね。僕の思い出の中ではね、64のパッケージを今思い浮かべてるんですけど、カセットの裏側にね、説明書が入ってるんですよね。ちょっとツルツルとした材質のやつ、12、3ページぐらいしかないね、薄い説明書なんですけど、あれ読むのクソ楽しかったんですよね、帰りの車の中で。今回の動画は発売前の Tips 集っていうことで、そんなあの頃の楽しみをちょっとね、味わえるような動画にしたいなと思っております。あと最近だとね、もう動画で攻略調べることが結構多くなってきたじゃないですか。直近だとモンハンワイルズのオープンベータとかね、アルシュベルドを20分で倒すのが結構難しいらしくて、僕ちょっとね、プレイする時間取れなかったんで残念ながら戦えてないんですけど、 YouTube とかで攻略どんな立ち回りしてるんだろうみたいな調べることって結構あると思うんですよね。僕もたまたまおすすめ欄にね、ガンスの使い方講座みたいな動画が出てきて、いや今のモンハンってこんな複雑なことやってるんだって感じで、ちょっとね見てて感心したっていうことが先日あったんですけども、そんな感じでね、一応初心者さんが困った時のために助けとなるような動画が、うちのゲームの場合はね、公式である僕自身が YouTube チャンネル運営しておりますので、ちょっとしたね、お役立ち情報みたいなものを体験版公開前ではあるんですが、今日はねまとめていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。じゃあまず攻撃関連からいきましょうか。通常攻撃は四角ボタンと三角ボタンで行うことができます。四角が側撃、三角が銃撃ですね。名前の通り速い攻撃と重たい攻撃になってます。この2つですね、単にボタンを連打してもいいんですけど、連打した場合は2段目までしかコンボがつながらないようになってます。側撃だとこの1、2、この2段目までですね。この後もう1回四角ボタンを押すと、ちょっとね、攻撃と攻撃の間が長く空いてしまうので、敵キャラクターにね、ガードとか、あとはアーマー付きの攻撃とかで割り込まれてしまう恐れがあります。三角ボタンの銃撃の場合も同様で、こちらはですね、2段目の攻撃が2連続でヒットする回転切りになっているので、見た目上3ヒットする連携になってるんですが、やはりこの3ヒット目の後は大きく間が空いてしまうので、敵がガードや攻撃で割り込んでくる可能性が非常に高くなっています。で、これら2つの攻撃ボタンをですね、組み合わせることによって左上連撃と呼ばれるもっと強力な連携を組むことができます。左上連撃のやり方についてはポーズメニューから見れるね、スキルツリーで各武器種のページを開いてもらうと確認することができます。今回は体験版で使用可能な片手剣の左上連撃を見ていきます。片手剣の場合は四角四角三角ですね。これが最もオーソドックスで、かつゲーム終盤までお世話になるであろう重要な左上連撃です。やっぱり最初から使える武器っていうこともあって非常に覚えやすい簡単な入力になってますね。ちなみにこの初段なんですが、銃撃に変更しても大丈夫です。つまり三角四角三角、この場合もちゃんと左上連撃になってくれますね。ゲームを進めていくと新しいスキルを習得できるようになります。片手剣の居合バットというスキルを習得してみましょう。こちらは R1 ボタンで発動することができる技で、発動時に画面左下の青色の AP ゲージを1本消費する、いわゆるゲージ技ですね。その分強力な性能になっています。ですがこの技を単体で使おうとした場合、ちょっと技の出が遅いので少し扱いにくい技という印象です。なんですが先ほどの左上連撃にね、この居合バットを組み合わせることで確定で相手に居合バットを当てることができる、非常に強力な連携を組むことができます。試しにやってみましょうか。先ほどの連携の最後に R1 ボタンを押すだけです。四角四角三角 R1、
さらにスキルの説明文を読むとおすすめの使い方が参考動画と一緒に載ってますね。居合バットの場合はヒットした相手をダウンさせる効果があるので、そこをアーツで追撃することができるっていうような記述がありますね。アーツっていうのはこの後詳しく説明するんですけど、必殺技みたいなもんだとお考えください。居合バットの後に通常の側撃だと追撃が間に合わないところをアーツだと追撃が成功するといった感じになってますね。ここまで完走しちゃうと非常に強力な火力取ることができますね。続いてはもう1個スキル取ってみましょうか。居合バットの1つ上にあるルテン切り。こちらは少し変わったスキルで L スティックを左に倒しながら三角ボタンで出すことができます。銃撃ですね。スキルの効果としては剣が体の右側で振り終わるような攻撃の後に出すことで動作の前半を速化することができるというふうに記述されています。剣が体の右側で振り終わる攻撃というと、例えばこの側撃の2段目逆なぎっていう技だったりとか、あとはさっきの居合バットなんかも剣が体の右側で振り終わっている攻撃に当たりますね。なのでこの技居合バットからつなげて出すことができるんですね。通常攻撃なのに。このルテン切りも使ってもっと強い左上連撃やってみましょうか。四角四角三角 R1 ルテン切りアーツ。アーツはね基本的にどんな攻撃からでもつなげることができるので、最後にねおまけで添えてみました。ここまでできるようになるともう完全に俺強え状態って感じですよね。ただちょっと入力も難しくなってくるのでね、最低限居合バットのところぐらいまでできるようになれば基本的にラスボスまでね突っ切れるようなゲームシステムにしようとは思ってますので、この辺は各自腕の見せ所っていう感じでね、お気に入りの左上連撃を探していってください。続いてはジャストパリーやジャスト回避といった強力な防御系の行動たちについてまとめていきます。敵の攻撃の中には一部強力なものが含まれています。例えばこういう白く光る攻撃とか赤色に光る攻撃がそれに当たりますね。対抗する手段として白攻撃にはジャストパリー、赤攻撃にはジャスト回避というものがあります。これらはゲーム開始した時点からすでに習得しているスキルですね。操作の内容としては敵の攻撃方向に L スティックを倒しながらガードボタンあるいは回避ボタンを押すといった共通の操作内容になっています。ここでややこしいのが敵の攻撃方向に L スティックを倒すという操作内容なんですが、これに関してはねゲーム開始直後のチュートリアルでね参考動画付きの詳しい解説とか、あと何度も実践する機会っていうのがステージ攻略通して設けられてますので、そちらで実際にね触りながら覚えてもらった方が分かりやすいとは思うんですが、一応言葉で簡潔に説明すると、上から来る攻撃は上に倒す、右から来る攻撃には右にスティックを倒すといった非常にシンプルな説明になります。左右の概念については自分側から見た場合と敵側から見た場合でね2つの解釈あると思うんですが、これに関してはもう全て自分視点で考えてもらって OK です。右から来る攻撃には右に倒す、左から来る攻撃には左に倒すといった感じですね。あともう一つヒントとなる要素として、それぞれの白エフェクト赤エフェクトの光り方、これによってその攻撃が左右属性なのか上下属性なのかっていう2択に至るところまでは絞れるようになってますので、エフェクトの光り方とか相手のモーションそのものっていうものをよく見てね、もちろん初見で全て対応しなければいけないっていうわけでは全然ないので、相手との戦闘の中でね繰り返し少しずつ上手くなっていくような感覚をね楽しんでもらえればと思います。このジャストパリーとかジャスト回避についてはね、東京ゲームショウに以前出展させてもらった際に皆様からね非常にたくさんフィードバックいただきまして、今回の体験版ではねチュートリアル内容がより強化されたバージョンになってますので、しっかりとゲーム内に出てくるね説明文とか参考動画っていうものを見てもらえれば、仕組み自体はねちゃんと理解できるようなものになっているかと思います。あとはもう1体目のボスがね非常に練習相手としてレベルがいいというか、ジャストパリーがねめっちゃ有効なボスになってるんですけど、この1体目のボスとの戦闘でね体で覚えられるようになってますので、そこまで心配せずにねチャレンジしてみてください。では Tips 集最後の一つとして知罰っていう要素をまとめていきたいと思います。これは戦局を大きくひっくり返すような可能性を秘めた要素になっているので非常に重要です。相手をスタミナ切れまで追い込んだ時に知罰のチャンスはやってきます。ス
タミナ切れ状態の相手にアーツを当てることによって相手の周囲でエネルギーがバチバチ言い始めて、最終的に地罰と呼ばれる自然現象によって貫かれてしまいます。この地罰は発生時に非常に大きなダメージを与えるので、敵をスタミナ切れまで追い込んだ時は積極的に狙っていきたいですね。アーツを打つ際に AP ゲージを1本消費することになるので、敵のスタミナが枯渇しそうな時にはね AP ゲージ最低でも1本は残すように意識しながら立ち回っていくと地罰の取りこぼしを防げると思います。さらにこの地罰なんですけど、発生後もねフィールドに残り続けます。そしてこの残っている地罰に対して銃撃とかアーツをぶち当てることによって地罰の爆破を引き起こすことができます。この際の爆風には、直撃ほどのダメージ量はないんですが、それでもかなり高めのダメージがあるので、地罰の直撃プラスその後爆風まで合わせて食らわせることによって一気に相手を仕留めきることもできるほどの莫大な火力を出すことができます。まとめると、まずは相手をスタミナ切れまで追い込むと。この際 AP ゲージは1本以上残しておきたいです。そしてスタミナが枯渇した敵にアーツをぶち当てることによってそのまま地罰が引き起こされて相手に大ダメージがいきます。でこの時ね、非常に長めのひるみ時間が敵に発生するので、さらに追撃のチャンスです。銃撃やアーツを地罰にぶち当てて爆破ダメージも稼いでいきましょう。はい、ということで今回はライズ・オブ・リベリオンの攻略における重要なポイント3点をまとめさせてもらいました。砂上連撃、ジャストアクション、そして地罰ですね。これらはどれもね別に完璧にやらないといけないっていうわけでは全然ないので、どの要素もある程度できるようになってくるとうまくね3つの要素が噛み合って歯車が回るようなシステムになっております。砂上連撃がねできるようになってくると攻撃をねたくさんヒットさせることができるので AP ゲージの回復量がねどんどん増えていきます。そしてジャストパリやジャスト回避を成功させると相手とのスタミナ格差をすごく広げられるようになります。そしてスタミナ切れまで追い込んだら最後ですね、砂上連撃で貯めた AP を活用して地罰を敵にぶち当てて最終的には勝利をつかみ取っていくといった感じになっております。ということで、そんなライズ・オブ・リベリオンのね体験版があとおよそ1週間程度でプレイできる状態になります。また当日や前日なんかにね YouTube それから X なんかで告知もさせてもらうと思うので、ぜひ楽しみにお待ちください。 Steam のウィッシュリストへの登録がまだの方はぜひチェックしていただいて、体験版それから後に続く製品版をねお待ちください。では今回この辺で失礼します。また来週もよろしくお願いします。